はい、こんにちは。箱罠に一匹かかってたので、どうしようかな。なんかお前ちょっと足長いな。この時期、この地方だけかもしれないですけど、めちゃくちゃ元気いいんですよ。で、ちょうど1歳でもう、乗りに乗ったやつで、もうこれちょっと箱がでかいし、生け捕りがちょっと手強そうなので、もう止めさそうかなと思います。まあ、どうなるかわかりませんが。あとまあ、今の時期なので多分ね、油全くないんですよ。なので、麻婆豆腐でも作ろうかなと。とりあえず準備してきます。過去にちょうどこの時期にこの箱罠ぶっ壊されたことがあるんですよ扉がバーンって溶接が取れちゃって、その扉から逃走したという実績がありますので、どうなるかは分かりません。立派な夏毛で、うわいしょ。なんかお前ちょっと足長いな。メスかな。メスっぽいが、お、ちょうどセミの羽化が始まってます。これは日暮らしかな。うん、今昼なんですけどね、ちょっと遅いっすね。電気槍久しぶりだな。まあ十分に雨が降ったので事前に濡らす必要はないっぽいです。はい、というわけで1歳のメスでしたね。もうめちゃくちゃ元気よかった。脂身が少ないのでなんか料理したいなと考えてたところ、久々の麻婆かなと思ったので、後ほど料理をしていきたいと思います。ではとりあえず速攻バラします。もう近くに池があるのでそのままバラしちゃいます。そんなわけで麻婆を作っていきます。もうロース丸ごと1個使っていきます。 700g ぐらいかな。 1kg は、いやあるかな。いやないな。 700g ぐらい。まずは下処理です。下処理大事ね。もう筋とか綺麗に取っちゃいます。多少身も切っちゃうけど、油がないとね、この辺をざっくりいけるので楽なんですよね。油があるとどうしてもこの筋が入っちゃうんですよね。ここにこの部分に油がゴーン乗っかってるから、ここの筋が麻婆とか作る時に食感の邪魔になるんですよね。この筋とかねを取るのが割と大変なんだよね。そう考えるとスーパーに売ってるひき肉はすごいっすよね。ほとんど筋なんて当たらんもんね。やっぱあれかな、豚って
筋も少ないのかな。そういう風に品種改良されてるのかな。ロースを薄切りにして、焼肉とかで食べる分にはもう筋に対して直角に包丁が入ってるから気になんないんですけど、ミンチにするときはね、この筋が入ってると、すげえ悪さするんですよね。そもそもミンサーが詰まる。まあ、いいミンサー買えば大丈夫なんだろうけど、詰まっちゃうな。ほい、ひき肉ができたので調理していきたいと思います。調味料は適当、オイスターソース、ニンニク、豆板醤、甜麺醤、花椒、豆腐、甘み出すのに僕はケチャップアーベーチェ、これインドネシアの調味料入れてます。あとは中華スープ、適当です。細かいレシピとか作り方は YouTube で陳健一麻婆豆腐とかすぐに見つかるので、そちらを参考にしてください。料理は勢い。はい、できました。途中から無言になっちゃったけどね。中華の料理中にね、話しかける余裕なんてない。いただきます。めちゃくちゃうまい。個人的にイノシシ肉と花椒ってのはすごく合うと思ってて、お届けできないのが残念。まあでも今日の答えはそんなに強烈にイノシシの匂いがするやつではないので、まあ豚肉とイノシシの間ぐらいかなと思います。まあでもイノシシの味が一番するのってやっぱり脂身だから、なんかこう脂を楽しむ料理と赤身を楽しむ料理ってのは分けた方がいいのかなとは最近思いますね。だからイノシシ肉赤身 100% のハンバーグとかね、割と美味しいかもしれない。まあ味付けとソース次第だよね、多分。お酒が赤ワインしかなかった。うん、赤ワインと麻婆ありかもしれん。はあ、勢いで食べてしまった。
汗だくです。やっぱあれだね。止めたその日に食べると、なんだろうな、命食べてるなっていう感じが、なんかやっぱり大きいですね。まあ最初は止めた初日とか食べれなかったですけどね、もう気持ち悪くて。頭じゃ分かっててもどうしてもそのプロセスを自分でやったから、やっぱりさすがにね、初日は食べれなかったですね。っていうか、食べるまで3日ぐらいかかった気がしますね。まあこういう風になれるのはいいことなのかどうかは分かりませんがね。まあなんだろう。清濁合わせて一緒に飲み込めるようになるってのは悪いことじゃないと思います。はい、そんな感じで今回はこれまでです。それではまた。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。